生で見るのはやっぱ初めてだったんで、やっぱキモいなと思って。最近見た覚えがないまあ90年代の高級車なんでやっぱり本木目だったり、いややっぱいいなこのデザインと思って、踏みたい時もちゃんと踏めるような車になってます。だってね Z のねエンジンですもんね。ボーイズ&グリス TV ご案内役の司です。そしてゲストはこちらの方、お名前は？リンです。年齢は？23歳です。お住まいは？神奈川県の横浜市です。そしてお仕事は？日産自動車で働いてます。日産自動車で働いているリンさん、こちら車なんでしょうか？日産のレパード J フェリーです。愛車心の強い方でございます。そしてこの懐かしい車、年式は1993年の平成5年式です。32年前の車ですね、はい、その日産でお勤めのリンさんと日産レパード J フェリーで今回はお届けします。お楽しみに。リンさん、愛車遍歴教えてください。はい、1台目にフォルクスワーゲンのニュービートルに乗りました。で、2台目がマニュアルに乗りたいと思って、はい、当時学生だったので、安い軽自動車のマニュアルを探して、はい、三菱のミニカっていう軽自動車のマニュアルに、また可愛い車に、はい、乗り換えました。次に、ニュービートルが車検が近づいていて、お金がかかっちゃうので、この際乗り換えようと思って、日産の V36 っていう車に乗り換えました。スカイライン。スカイラインです。次に、もうミニカも同じく車検が来て、2台持ちしてたわけですね。2台持ちしてました。またマニュアルに乗りたいと思って、オフロードにもちょっと興味があったので、スズキのジムニーに乗り換えました。行きましたね。はい。スカイラインが乗り心地が良すぎて、ちょっと逆に飽きてしまい、今度はもう人と被らない車にしようと思って、J フェリーに乗り換えて、で今度、ジムニーも、日産に勤めているので、日産車の方がいいかなと思って、日産のオッティを今現在、2台持ちマニュアルで発車にしています。オッティのマニュアルあるんですね。はい。これなんでこの J フェリー知ってました？狙い撃ちで。いえ、もともと自分もちょっと知らなくて、日産車がもともと好きだったので、で自分こう US のカスタムが好きだったんで、US の北米販売のある人と被らないマイナーのセダンって言ったらこの J フェリーがあったんで、なるほどね。完全に見た目北米仕様どこが好きでしょうか J フェリー？やっぱりこの最大の車の特徴ともいえるリアのデザインが一番好きです。いやー美しいですよね。はい。他には？あとは内装ですね。当時の90年代の高級車なんで、ウッド調とかではなく本木目の内装がふんだんに使われているので、そこが一番好きです。いや本当に高級感っていいですよね。あとカスタムちょっとしてますか？そうですね。基本的に純正を崩さずにインフィニティの US カスタムして、ホイールは日産のスカイラインのクロスオーバーっていう SUV があるんですけど、それの純正ホイールを流用してます。なるほどね。なんかいい塩梅に US ルックになってます。いつどこでどうやって買ったんでしょうか？これは2年ぐらい前に友人のお父さんが経営している車屋でオークションで購入しました。オークションっつっても、ね、この車僕調べたら今カーセンサーとか2台ぐらいしか出てなかったですけど、タイミングよくあったんですか？たまたま1台これが出てて、でもういつ出るかわからないので、もう買ってしまおうと思って買いました。ちなみに走行距離どれぐらいだったの？これ12万5000キロぐらいで、逆に12万ぐらい乗ってた方が、ちゃんと乗られてたんだなっていう、低走行よりはいいかなと思って購入しました。確かに。ここはちょっとみたいなところありますか？やっぱマイナー車なんで、もう純正部品がなかなかもう出なくなってきましたね。その場合どうしてるんですか？この車が Y32 っていう方なんで、同じセドリックとかグロリアとかと共通部品が結構多いので、そこで流用できるところはしてます。なるほど。というですね、32年前の懐かしい J フェリー、僕多分乗ったことないと思うんで早速乗っていきましょう。はい、乗り込みました。いいですね。ありがとうございます。しっとりとしてて、なんか、やっぱりちょっと硬めのセッティング。そうですね。車高も結構低いんで、あんまり柔らかすぎちゃうとこう
地面に擦っちゃうので、確かに硬くはしてるんですけど、硬すぎずこう高級車の乗り心地は保てるようにしてます。はい。で今のお仕事に就く前は、どんな感じでなったんですか、学生時代から。高校も工業高校で、自動車コースっていう自動車の整備士が3級の整備士が取れるっていうところが神奈川県に一つあったので、そこに行きましたね。で卒業してから、今度専門学校で日産が運営する専門学校が横浜にあるので、そこで2級の今度整備士を取りたくて、日産の専門学校に行ってから、今日産自動車で働いてますね。なのに最初はフォルクスワーゲン。そうですね。おじいちゃんがもともとフォルクスワーゲン最後に乗ってて、年齢とかもう免許も返すっていうタイミングだったので、学生だったんで無料でもらえるってことだったんで。内装もだからこれ大事にしなきゃいけないから、これねカバーして今。そうですね。もうダッシュボードがやっぱ割れてくるんで、割れる前に乗ってますね。でこれのシートも茶色かなと思ったら、これどうしたんですかこれ。これはシートカバーですね。もともとはこうベージュのポケットシートだったんですけど、もうシミとかが結構汚れとかもあったので、気になっちゃって、シートカバーを特注で川谷さんにお願いして、全席シートカバーで。じゃあこれ採寸して全部作ってもらった。そうです。それでもうぴったり合うようにカバー作ってもらいました。それは素晴らしいですね。そのようにして長くね保てるようにということですね。で、2年前ぐらいにご購入。そうです。2年前に買いました。初めてね納車されて見て乗った時のこと覚えてます？とっても覚えてます。やっぱり自分も生で見るのはやっぱ初めてだったんで、自分の車がこれが初めてだったんで、やっぱキモいなと思って、褒め言葉の意味で、いややっぱいいなこのデザインと思って、乗った時もこれはフルノーマルで、納車したんですけど、やっぱ乗り心地も全然揺れもしなくて、やっぱ高級車の乗り味だなと思って、すごい感動しましたね。当時の日産のラインナップで、どれぐらいに位置づけだったか知ってます？かなり上だったと思いますね。プレジデントとかあって、次に多分シーマとかだと思うんですけど、シーマとかと同じレベルだったんで、セドリック・グロリアルや上で、しかも、高かったんで、誰も買う人いないってことで、国内でこれは7000台しか売れてないらしくて、北米ではすごい人気あったみたいなんですけど、やっぱこのリアのデザインが日本当時受けなかったみたいで、5年間しか作られてないのに7000台しか売れてないっていうのが、めちゃくちゃ少ない。めちゃくちゃ少ないですね。そっか。でも結構ねお金かけて作ったんじゃないかなっていう。90年代の高級車なんで、やっぱり本木目だったり、こういうおしゃれな内装ができたんじゃないかなって思います。じゃあ北米では当然左ハンドルの仕様があって、左ハンドルありますね。インフィニティとして、売られてたんで、細かいところもインフィニティパーツ使ってたりとかしてるんで、時計もそうですね。長い時計があるんですけど、これもインフィニティのロゴが、そうです。インフィニティのなかなかこれも出てこないんですけど、頑張ってオークションで探して手に入れました。でエンジンもセドグロと一緒でしたっけ？そうです。Y32 のセドグロとか、フェアリディ Z の Z32 との NA ですね。同じ3リッターの V6 です。3リッター V6。僕のイメージでは上品なおじ様が乗ってらっしゃったねイメージなんです当時。そうですね。そんなしてなかったけども、なんかね綺麗な格好したおじ様が乗ってるイメージだったんで、そのままのこの内装の良さとか乗り心地の良さが高級車ですね、やっぱね。そうですね。いつもこんなゆっくり走ってるんですか？そうですね。割とこうトルクがあるんで、割と踏まなくてもやっぱりこうスーッとスピードがやっぱ出てしまうんで、もう2000回転ぐらいでのんびり走って、こうゆったり走ることが多いですね。なるほど。乗る頻度はどんな感じですか？乗る頻度は基本的に平日はもう1台持ってるオッティで、生活してるんで、週末土日休みなんで土日に乗ったりとか、あとは遠出はこっちの方が楽なんで、J フェリーで行ったりとか、あとは車のイベント系は全部これでギャラリーとか、エントリーも含めてこの車乗ってますね。周りの反応どうです？いろんな人に見られますね。特にやっぱリアのデザインとか変わってるんで、デザイン外観内装含めて
いろんな方に見てもらえますね。まず日産車かもよくわからないみたいな、外車だと思いましたみたいな言われることが多いですね。一体これは何ですかと。そうです。もうこの車なんて言うんですかっていうのもやっぱイベントじゃなくても街中でもやっぱりこうコンビニとかガソリンスタンドとかでも聞かれることが多いので、あ、そうですか。はい、逆にそれが、自分だったら快感みたいな、あ、聞いてくれたみたいな、もう店員さんが出てきてくれて、あ、かっこいいですね、なんていう車ですかみたいな、なかなか J フェリーですかとは言われないんですけど。なるほど、はい、僕もね、いつぶりかわかんない、なんか最近見た覚えがない街中ではすれ違ったことないですね。2年間でゼロ。2年間でゼロですね。イベントとかでは本当たまに見かけることあるんですけど、でもやっぱり手に収まるぐらいしかこの J フェリー見たことないですね。でしょうね、はい、これ3ナンバー枠にしたらちょっとコンパクトな結構イメージがあるんですけど。そうですね、丸っこいんでこうでかいイメージがあるんですけど、実際見たらそんなこともなくて、割と長すぎず、幅もそんなにめちゃくちゃでかいってわけじゃないんで、そんなに日本でも乗れるようになってますね。だけれども結構北米で受けたんですね。そうですね、北米ではこう受けましたね。確かにそうですね、北米はこれぐらいのサイズ感になりつつあったんでしょうね。そうですね、もともとこう2人乗りみたいな感じでこうイメージ的にも CM とかもそういう風な感じで作られてたんで。なるほど、はい、というわけでこのサイズってことですね。で北米でも受けたと。そうですね、よくわかります。はい。あと故障や整備とかどんな感じですか？いろいろ故障したんですけど、整備士の資格とか持ってるんで、自分でできるところはやっぱ自分でもで、純正部品は日産自動車で働いてるんで、自分で直せるところは直すっていうのがやっぱり一番いいですね。はい、確かにそれはこういうね、日産のしかも希少車そうですねを乗る上では結構アドバンテージになる。そうですね、やっぱ他の車よりかはやっぱ故障も多いんで、なるべく自分のこう手で触って愛情を持って乗るようにしてますね。いやいいですね、なんか来るべき人のところに来たようなそうですね、しかもこの若者のところに、いや素晴らしいですよね。じゃあよかったら運転してみますか？いいですか？はい、あ、嬉しいです。ぜひこの高級車の乗り味とかいろいろマフラーとかも変わってるんで、音とかも楽しみながらちょっと乗ってみてください。ありがとうございます。じゃあ帰ります。いい音する。ありがとうございます。おいもうこれめちゃくちゃ楽しいじゃないですか。もうエンジンのレスポンスとかもすごいいいんで。わお、本当だ。なんかさっきまですごいゆっくり走ってらっしゃったから、まったりとした車なのかなと思ったら、割とゆったりももちろん走れるんですけど、こう合流とかもちょっと踏めばこうブッといくんで、だってね Z のねエンジンですもんね。踏みたい時もちゃんと踏めるような車になってます。じゃあ全くストレスなく運転できるという感じですかね。全然ストレスないですね。そう、そんでしなやか。硬さもあるんですけど、嫌な硬さで全然ないですよね。そうですね、硬すぎず、そこは硬すぎちゃうとやっぱりスポーツカーみたいになっちゃうんで、なるほど、割と高級セダンのイメージは残しようにしてます。高級セダン感をちゃんと残しつつも、そうですね、少し硬いぐらいで収めてあります。足回りとか自分で変えたんですか？足回りはそうですね、最初自分で変えようと思ったんですけど、やっぱ劣化とかで錆とかがすごくて、なるほど、取り付けは店にお願いしたんですけど、調整とかやっぱ自分でこだわりたかったんで、硬さとかも含めて、あと車高のあれですね、低さも含めて自分でやりました。じゃあ乗っては試して乗っては試して。そうですね、乗ってあんまり下げすぎても下品になっちゃうんで、やっぱこの高級感を残しつつ、どのぐらいの低さがやっぱ一番綺麗で、硬さはどれぐらいがいいかっていうのもちゃんと自分で乗りながらやりましたね。なるほどね。カタログ値でどれぐらいの馬力があるんでしたっけ？これは200馬力、カタログ値では200馬力ですね。車重はでも 1.6 とか7とか。でも 1.67 はあるんですね。さすがやっぱり高級サルーンというか。そうですね、もう全然乗り心地も揺れないですもんね、やっぱ硬いけど、めちゃくちゃしっとりとしなやか、これは気持ちのいいセダン。30年前でも全然エンジンのレスポンスとかもまだまだですね。まだまだいけます。しかもこのエンジンはエドグロ Z の共用だから、結構ありそうですよね。エンジンは困らないですね、パーツ系に関しては、全然まだまだ出ますね。
高速とかも気持ちいいでしょうね。高速すごい楽ですね。やっぱブレないしスピードもすごいちゃんと出てくれるんで、もう全然疲れ、逆に本当に眠くなってしまうような。なるほど、はい、気持ちよすぎて、気持ちよすぎてという素晴らしい、はい、こだわりの詰まったリンさんの J フェリーです。はい、ということで乗ってまいりました。はい、いや車高が低いしね、結構硬い割にはこうスーッと滑らかな高級車ですね。やっぱそうですね、ラグジュアリー US カーのような、はい、そんな感じでございました。ありがとうございました。じゃあリンさん、はい、レパート J フェリー100点満点中何点でしょうか。90点です。お、90点。その理由は、はい、基本的にもう自分の好きなようにカスタムはできてるんですけど、まだ細かいところが、まだ、変えてないところだったり、まだこれって言ったのがあるので、90点としています。なるほど、はい、そして最後にこの車乗り続けますか。はい、もう部品が出る限り、もう一生乗り続けて、もし出なくなってもナンバーを切って保管しておくぐらいの勢いで乗り続けたいと思います。確かにもうこれリンさんのもう名刺代わりみたいな車ですからね。そうですね、はい、ということでございまして、今日はリンさんと日産のレパード J フェリーでございました。93年式、すごい懐かしい車でした。ありがとうございました。いや、もうちょっと乗ってたかったな。ありがとうございます。はい、ええなあ、おい、音もええな。またねー、かわいい。